こんにちは。ついに FF7 リメイクの続編ファイナルファンタジー7リバースが発表されました。7リメイクは3部作となり開発は極めて順調。という嬉しいアナウンスもありましたね。今回はこの7リメイク3部作について、構想発表された直後でのゆっくり考察をいたします。なおオリジナル版など過去に発表された FF7 ユニバース作品を参照しての考察です。ネタバレ要素ダメ絶対の方はどうぞエスケープをお願いいたします。早速ですが、セフィロスを助けてあげてほしい。というのが自分が FF7 を何度もプレイしてストーリーに感じている得意点でした。ジェノバプロジェクトの実験体であるがゆえに運命をあまりにも狂わされたセフィロス。彼を理解できる者はおらず、誰も寄り添い支えることができなかった。オリジナル版でのセフィロスの運命の果ては、くしくも前作 FF6 のケフカと酷似します。人間性を失った果てに主人公たちに倒されるというものです。けれどもセフィロスを力で倒すことだけで、7リメイク3部作で星の問題解決になるでしょうか。アドベントチルドレンを見る限り、メテオソ死後もセフィロスの問題は根強く残っていました。そして7リメイク1作目での新展開、フィーラーや運命の得意点の存在。オリジナルの原作7とリメイク3部作は明らかに異なっています。その決定的な理由がこれからリメイク3部作で語られるはずです。1FF7 ファンの自分の考察予想は、ザックスの存在が原作と違った行動を取ったことによって FF7 リメイク3部作を生む、というものです。7リバース発表と同時に公開されたクライシスコアの映像内にて、はっきりと明確にザックスについて、彼の存在がファイナルファンタジー7を生む、と宣言されていました。つまりこれは、ザックスの行動によって FF7 の世界線は変わった、と言えるのではないでしょうか。では、原作7とは違う、どのような行動をとったのでしょうか。7リメイク1作目のラストにおいて、ザックスが神羅兵部隊を買った間近してましたよね。ではこの時に世界線が変わったかといえば、ちょっとタイミングが遅いかもです。最後の戦闘が起こるより前に、重大な変化があったから買った間近になったはずです。ではそれはいつどんな行動だったのか。ここからはかなり個人的な考察になります。5年前、ザックスは英雄セフィロスとニブルヘイムの魔航路に派遣されました。そこで自らの生い立ちの秘密に気づかされたセフィロスは激しく取り乱します。神羅屋敷の奥の研究室に閉じこもり、秘密の研究書物を読みふけります。母親の名前をルクレティアではなく、ジェノバと聞かされていたみたいですね。この時のセフィロスはどうしようもない孤絶状態にあります。とにかく真実を求めて一人きりで探求に没頭したい気持ちはすごくわかります。時神羅屋敷で一人にしてくれと言ったセフィロスを一人にしてしまった。閉じこもったセフィロスは悪魔に疲れた状態と言っていいでしょう。こういう悪魔に疲れた時には絶対に一人にせず、とにかく全員総出で関わってぶつかっていかないと悪魔に心身を乗っ取られてしまいます。FF7 のセフィロスの場合は、ジェノバに乗っ取られるということになります。時の神羅屋敷で、一人きりのセフィロスを支えられる、太陽のような友人がいたなら、といつも思ってしまいます。もしそんな明るさと朗らかさを持った人がいたら、きっとセフィロスは乗っ取られることは、なかったのかもしれません。ここで重要になるのがザックスです。7リメイクのザックスは5年前の神羅屋敷で、オリジナル版とは違った行動をとったのではないか、と思ったのです。出生の事実に打ちひしがれて一人にしてくれと言ったセフィロスに、こんな時こそそんなことできるかよ、ってぶつかっていったのではないか。それによって FF7 の世界の運命が微妙にブレて、フィーラーや運命の得意点などの世界線のねじれとなり、7リメイクでのジェノバセフィロスの行動が大きく変化し、もしかしたらセフィロスの人間の部分がちょっと残って、一作目7リメイクにあったような、クラウドに運命に抗うことを持ちかける存在。ジェノバセフィロスとは別のいわばセフィロスオルタが、申請することになったのではないか。そしてオリジナルやクライシスコアでは悲運だった。ザックスの最後が、買った間近に変化して、新しい FF7 となったのではないか。5年前のザックスのちょっとしたおせっかい行動によって FF7 の世界線が大きく変わり、フィーラーや運命の得意点といった新要素となって現れた。それによって星も救ってセフィロスも助ける FF7 新エンディングルートの可能性が、ほんのちょこっとだけ残ってるのではないかと思って、発売が楽しみ&開発を応援したい気持ちでいっぱいです。ではリバース以降のストーリーで誰がセフィロスと向き合うことができるでしょうか。クラウドとティファはまずちょっと無理かもしれません。親と故郷とを滅ぼされているからです。大切なものを奪った対象を助けようとすることは、難しいです。なので自分はエアリスに星の救済だけでなく、セフィロスの魂救済のホーリーを見つけてほしいのですが、7リメイク1作目の運命の得意点でのエアリスは、意外にもかなり好戦的でした。星のためにセフィロスという人間も救うという感じは、まだはっきり見出せないですよね。でももし、親も故郷もジェノバセフィロスに奪われた、クラウドとティファが、星とセフィロス両方の救済へ向かう流れになるならば、友人であるエアリスが星も彼も救おうとしていたから、という理由になると思います。エアリスのためにセフィロスも救うという流れです。し
かしセブンリメイク1作目ラストのエアリスは、まだセフィロスがジェノバプロジェクトの被害者であるという、事実としての情報を手にしてはいないと思います。なのでセブンリバースでのクラウドたちの旅の中で、セフィロスとジェノバ、古代種の情報を集め、何が事実で何がジェノバが擬態した偽りなのか、見定めた上で、最後の古代種として、その運命と正面から向き合う流れになるのではないでしょうか。5年前セフィロスを一人にしないように向き合い、その全的存在感によってリメイク作の世界線を変えた、天使ザックスのように、セブンリメイクに期待する結末は、友人エアリスのために全員で星もセフィロスも助けようとすることです。FF7 のオリジナル発売は1997年、当時の新世紀エヴァンゲリオンに多大な影響を受けていました。それから25周年、その間に震災があり、窓マギがエヴァの呪いに打ち勝ちました。そして新エヴァでシンジ君がエヴァを終わらせました。どれも前向きな行動によって絶望的なるものに打ち勝つものだったと思います。FF7 リメイクもこの時代の流れを汲み取った3部作になるのではないかと考察します。全部救うために何でもやる。そういうザックスのような天使的で前向きな、新しい FF7 が待ってる気がしました。ではリメイク3部作の最終作となる第3作目は、一体どうなるのでしょうか。自分も色々紙に書いたりして考えました。万物すべて変わるからリユニバース、星が再生するからリジェネレート、アバン先生みたいにザックスエアリスにも復活のリレーズがかかっていたとか、リフェイトもかっこいい、リアース、もしかしてリエアリス、やっぱり最後だから終わりを強調してリファイナルがシンプルかななど。で、庵野監督は新エヴァンゲリオンだったなとふと思った時、シリーズの最後を特別なタイトルにすること結構あるのかもしれない、とそこで思いついたのが、ファイナルファンタジー17でした。ただしローマ字表記17ではなく、7の後に10を表す X をつける17。16が23年夏に予定されており、17はまだ発表がありません。もし FF7 リメイクプロジェクト中に全く別の FF17 が出たら、言葉の響きが似すぎていて混乱を招きかねない。商品のタイミングとしてあまりにも紛らわしいことになってしまいそうです。このタイミングで測ったように伏せられたリメイク最終3作目。その前の2作目がリバースで申請しているならもう新しく生まれているので、建前として7リメイクはもう完全に新しくなったというアナウンスは済んでいることになります。また野村哲也さんのコメントにタイトルのトリックについて自信を匂わせる部分があります。1作目リメイク、2作目リバースというサブタイトルがそれぞれ同一体とで付けられ、3作目が何になり、この旅がどこにたどり着くのか、早く皆さんと共有したいと思っています。野村さんのこの文章を考察すると、1作目のリメイクと2作目のリバース、このサブタイトルには、3作目に繋がる一貫した意図がある。リメイクで作り直し、リバースで生まれ直した先にあるもの。それはもう、セブンであってセブンでないもの。最も衝撃的な展開はセブンティーンとしてリバースを果たしたセブンを終わらせること。また近年のゲーム開発費の高騰から複数作発表しなければ採算が取れない事情があります。セブンリメイク3部作の最終をセブンティーンとして開発するなら、すでに3作出したことになるのでかなり採算的に良さそうな感じがします。そして新しいセブンの象徴として賛否分かれたフィーラーの存在も、かなり整合性があるものになります。セブンがセブンティーンに移り変わろうとしているのなら、フィーラーがそれを止めようとするのも腑に落ちます。全く新しい FF7 を作りたい、けれどそれはもう FF7 ではない。だから新しい FF7 はセブンティーンになる、のかもしれません。あくまでファン目線の考察です。とここまで動画を作ってきてふともう一つ思いつきました。ファイナルファンタジー7-2。どちらも全く的外れかもしれませんよね。シンプルに終わらせ直すという意味でリファイナルかもしれません。個人的には FF17 が発表されるまで、セブンリメイク3作目がセブンティーンかもしれないとワクワクしながら、どちらもめっちゃ楽しみに待っていられそうです。では最後に今回の考察をまとめますね。1、ザックスの存在が FF7 をリメイクに変えた。2、フィーラー発生はザックスが世界線を変えたから。3、FF7 リメイクは星もセフィロスも救う。4、エアリスはリバースにて星もセフィロスも救う方法を見つけ出す。5、クラウドとティファは友達のエアリスのために星もセフィロスも救うことに向き合おうとする。6、リメイク3作目はファイナルファンタジー17かもしれない。そしてここまで見てくださった感謝を込めて、7、FF725 周年のコンセプトイラストは、クラウド、ザックス、セフィロス、この3人を同じくらいの比重にして丁寧に描くことが、セブンリメイクの中心になりそう。今回のまとめは以上です。セブンリメイク3部作構想直後のゆっくり考察の旅も終わりの時が来ました。最後まで見てくださり超級大感謝です。セブンリメイクはこうなるんじゃないかとか、いやいやこの考察動画マジ全然ダメダメだぜなどなど、皆様からのコメント、いつでもどなたもどうぞでお待ちしております。色々汚いところがあったと思いますので、これからもっともっとレベルアップして頑張っていきます。自分は FF7 原作が大好きでしたので、近いうちに動画を出そうと思っております。それでは、FF7 リメイク3部作の大成功を願って、
また FF7 リバースでお会いしましょう。